재밌는 거? 재밌는 거? 충분하다고 생각을 앞으로도 그럴 때3月25日、バイビーのプレデビュー日。新人グループにとって異例の数の報道陣が駆けつける中、それでは早速ですがご紹介します。バイビーの登場です。プレデビュー曲「恋に落ちたら」が1000万回再生超え。今最も話題の全員10代ボーイズグループバイビー。手掛けるのは BTS Tomorrow by Togetherを発掘したキム・ミジョン。 경력안에서 찾았던 아티스트 중에 가장 기적과 같은 만남이었던 것 같아요. デビュー作的なところをやる機会って実はあんまりなくて、今まで過去一番最後がザードだったんじゃないかなっていうぐらい、ザードの酒井さん以来な感じです僕にとっては。6月に正式デビューを迎えるバイビー。5人は何も聞かされずある場所に呼び出された。何？ちょっと待って。ほんまに何？やめてよ。もう無理かも。愛やって愛じゃないこれ。何これ。ほんまにマジ何すんの？これ大丈夫なやつなの？これ座っていいやんの？座っていいですよね。座っていいよね。失礼します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 。映画館貸し切りがまず初めて。映画館貸し切りがまずえぐいね。ちょっと待ってマジ怖い。なんか始まんの？わからん。なんか知ってるんちゃいます？おい来た。ちょっと待ってちょっとぐらい。間もなくデビューするあもうこれ無理や。 5人へ。なくてなくてちょっと待って。ちょっと待って。もうほんまにや。これは1329日に及ぶ過酷なレッスンを耐え抜いた君たちの今この瞬間にしかない成長と変化を収めたドキュメント。あったこれあった。うわ待って使われてる。俺もう涙出てきそう。そして間もなくデビューする5人に向けた愛のあるメッセージフィルムである。嘘やん。ちょっと待ってください。バイビー1329 The Night Before Debut。 ちょっと待って。 지금 생각하면 엄청 무모했다고 생각도 들고 홋카이도から沖縄までずっと回って探したからめっちゃ大変だったです。今考えてみたらめっちゃ大変だったです新幹線も初めて乗ったし코로나 시기에 갑자기 와가지고 길에서 아이들을 캐스팅을 하고 엔기君は今も考えても奇跡だと思います。いや思います。僕も思います。 경력 안에서 찾았던 아티스트 중에 가장 기적과 같은 만남이었던 것 같아요. 오케이.
僕が中学2年生の頃なんですけど、お母さんとお兄ちゃんが2人である人に会いに行くと言い出して、で、僕はついでみたいな感じでついていったんですよ、それに。そしたらいきなりミジョンさんがせっかく今日東京から来たから歌聴きたいみたいなわがままを言い出して、メンバーにも言ってないのに。ってなったんですけど、そうなの？初めて聞いたじゃん。歌いましたね。発掘当時の映像が名前は元気で年齢は14歳です。身長は171センチで趣味はキックボクシングです。もう受け止めます、これは。ありがとうございました。君の見る景色を全部僕のものにしてみたかったんだ. 형을 따라온 그 친구를 딱 보는데 사실 문을 딱 열자마자 랭키밖에 안 보였어요. 아마 주위에 있었던 사람들은 아무도 못 느꼈다고 하더라고요. 兵庫県出身の18歳3人兄弟の真ん中。兄が大好きでいつも一緒。ちっちゃい頃とかは本当に恥ずかしがり屋で、そんな前に出るタイプじゃなくて3人の中でも一番後ろに隠れるタイプで、人見知りもすごくて。いつこんなことしてるんですか？ほんま言ってる？なんか3人の中で一番目立つ緊張してます、お父さんが。仕事というか目立つような子になるとは思わなかったですね。恥ずかしがり屋なレンキにとって最も自分を出せたものが、1年生2年生ぐらいから中学生の終わりまでずっとキックボクシングをしてて、俺泣くわ。芸能系アイドルとかそういうのはあまり知らなくて、なのでそうですね、全く思ったことはなかったです。学校が終わると弟とジム通い、青春のすべてを捧げてきた。嘘やろ、嘘やろ。嘘やろ。あ、こんにちは。よろしくお願いします。レンキ元気か？いつもチャーミングで、笑顔が、印象的なんですけど、愛嬌があって、なんか仲間に愛されるような、子やったんで、そこが武器やでっていう、ずっと取りたいって言ってた、アマチュアのチャンピオンベルトがあったんですけど、目標としてたベルトを取ってくれて、それがちょうど中3やったんですかね。ちゃんと目標を達成してくれた時は本当に嬉しかったですね。はい。将来は日本を代表するキックボクサー。家族も恩師もそう信じていた。しかし運命が大きく動き出す。僕が中学2年生の頃なんですけど、お母さんとお兄ちゃんが2人である人に会いに行くと言い出して、で、僕はついでみたいな感じでついていったんですよ、それに。するとそのある人がミジョンさんだって。きっかけはキッズモデルをしていた兄についていった時。かわいい。かわいい。 형을 따라온 그 친구를 딱 보는데 사실 문을 딱 열자마자 그냥 우와라고 했어요. 왜냐면 상상도 못하는 순간에 갑자기 나타난 친구였기 때문에 뭔가 되게 오랜만에 느껴보는 감정이었어요. 저는 아직도 그날이 되게 생생한 게 ここが全ての始まり。帰りの新幹線の中ですぐに企画書を書き上げ、プロジェクトが始まった。歌もダンスも全くの未経験。それでも 근데 어느 정도의 트레이닝을 받고 성장하고 그 성장 곡선이 보이는 친구들이 있어요. 첫 만남에서 그게 보였던 친구였던 것 같아요. 本当はマジで歌いたくなかったんです。正直知らない人じゃないですか、初めてなので。まだその時はアイドルになりたいって気持ちどれぐらいの？ゼロですね。あ、ゼロなんだ。ゼロです。
그래서 진짜 일단은 처음에는 너무 아무 관심이 없었던 친구였기 때문에 몇 번 제가 오사카로 찾아갔죠. 아무 꿈이 없었던 친구였기 때문에 꿈을 가질 수 있게 계속 뭔가 편하게 계속 얘기를 했던 것 같아요. まだ迷う蓮希の背中を押したのは兄だった。お兄ちゃんは結構応援してくれてましたね。でも多分お兄ちゃんがいいことを言ってくれたんでしょうね。多分僕は頑張ろうっていうモードに切り替わって行きました。兄の思いはマジか。兄弟やけど、まあ、結構対等普通に対等なあれやと思ってて、でもやっぱ一応兄なんでなんかしてあげたいとか頼まれたりしたらやってあげたりとかはしたくなりますね。まあ唯一こうなんかやってあげることができたんで、それは僕は記憶に新しいし思い出として残ってますね。とにかくもういろんなところで、まあ、ライブはしてほしいし、いろんな曲も出してほしいし、やっぱもう人気もメンバー内ナンバーワンにはなってほしいですし、もちろん一番応援してますし。憧れの人は兄。期待を背負い蓮希は旅立つ。年季は旅立ちます。こっちへん。僕35日後ですか。こっちへん。その順番ってことか。고타로는 정말 어렸어요. 저 지금 막 얼마나 한 요 정도? 진짜 진짜 그때 小学5年生で初めて会ったので、まあ、それめっちゃ緊張もしましたし、なんか特に歌がやったことなかったので人前で。発掘当時の映像が。これやばいこれやばい。黒高っこれ。本当にでも綺麗やな。ねえおダンサー上手。おすごいヒップホップ。すごいぞこれは。 사실 코타로는 어떤 워크숍에서 배틀에 나가려고 했었던 나갔던 친구인데 거기서 이제 전체 단체 사진을 제가 하나 받았었어요. 거기서 사실 사진을 보고 그냥 코타로 내일 불러주세요라고 제가 얘기를 했어요. 홋카이도出身バイビー最年少の15歳。かわいい。幼い頃はその顔立ちからよく女の子に間違えられた。髪長かったよ。じゃあマイク。あ出てきた。僕もこの動画好きです。おマジか。スヌープドッグで踊ってる俺。小さい頃はとにかく毎日踊ってて見てっていう感じで私たちにダンスを見せてくれてました。犬が頑張り屋で負けず嫌いで、とも好奇心旺盛。9歳からピアノも習ってたんですけども、結構自分でやりたい、何でもやりたいって言って、やるタイプですね。当時の夢は3代目ジェスブラザーズ。小さい頃からずっとダンスをやってきたので、ダンサーになろうと思ってたんですけど、夢のために毎日通っていた場所。おおダンスするいいよ。8年間通ってくれてました。本当にもう成長が早くて体のつきもすごく良かったので、いやうまいな。舞台に立った時の小太郎のオーラが私はすごい輝いていて好きだったので、すごい成長の早い子だったなと今でも思います。普段からもやっぱり目立つ存在ではあったので、スター性があるというか才能の良さもありつつ、そこに自分で多分努力して磨きをかけたなっていうタイプで。しかしダンスバトルに挑戦させていただいてたんですけど、全然もう勝てないし、毎回もうしょんぼりして
帰ってきてました。これ見たことあるこのなんか大会。めっちゃ有名な大会でしょ。やんな。何だっけ忘れた。おお。いい。あ、これはいつもの部屋。いつもここの場所で小太郎はダンスを踊ってました。ずっとこの鏡を見て毎日ここで踊ってましたね。いつこれ。覚えてないんじゃよね。才能だけでは勝てない厳しい世界。すごっ。今の足広げるやつすごいよ。自分が3人で兄弟でコンテストに挑戦した時に賞をいただいた時のこの時に初めてコンテストで賞をいただいて。おお、すごいすごいすごいぞこれは。人生初の賞は双子の弟と3人で勝ち取った。一生懸命教えてくださった先生方と応援してくれた家族に感謝して、その時初めて賞に入って泣いてました。小太郎だけね。ね、でよっぽどやっぱりもう嬉しかったんだなと思ってね。大好きな弟たちと掴んだ賞。小太郎は自信を取り戻し리듬감이 되게 좋았어요. 그때 코타로 어머님이 계셨었는데 바로 계약하자고 제가 그 자리에서 그렇게 했던 것 같아요. 확신이 들면은 바로 얘기하는 것 같아요. 韓国でこの後トレーニング受けることはできますかっていうふうにおっしゃっていただいたんですけども、その時まだ12歳だったのでちょっとびっくりしたんですけども、小太郎は行ってみたいって挑戦してみたいっていうふうに言ってました。歌がもう全然できなくて、ダンスもまだまだの時に声をかけてくださって、しっかり自分の可能性をもっと広げてくださったので感謝したいです。弟とか家族とかがやっぱり一番応援してくれたので、しっかりこの頑張ってきて応援してくれた分を返してればいいなと思います。どんなお兄ちゃんですか、2人にとって。優しくてかっこよくてすごく頼りになるお兄ちゃんでした。何事にも全力に取り組めててすごい尊敬してるお兄ちゃんでした。自分のダンスっていうものを持ってて誰が見てもかっこいいみたいな踊りで頑張ってきてる姿を見てきたから、すごいデビューするってとこまで来て頑張ったんだなって思いました。自分も嬉しかったし、こっちゃんも嬉しそうだったからよかったなって思いました。次伊代くん。うわあ、だいぶ結構経ってる。結構経ってる。え？来たー！俺の。이요 뭐 매처음매됐어. 응. 소난데스. 응. 근데 떨어진 모양이에요. 저도 사실은 그 이호라는 존재를 알고 있었거든요. 영상이나 자료를 본 적이 있어가지고. 근데 당연히 들어갔겠지 어딘가라고 생각했는데 들어보니까 이호가 이제 다 떨어지고 마지막 희망이다 생각하고 일본 회사로 들어왔다고 하더라고요. 発掘当時の映像が。イオはできるよ。15歳、京都府出身です。曖昧な夢の行方をその瞳に映してマジこれか。韓国の事務所にいくつか受けてたんですけど、どこも合格しなくて、で自分の中で決めてたことがあって、その目指し始めたのが16歳とか15歳ぐらいなんですけど、その18歳の高校卒業の時までにどこにも受からなかったらもう他の仕事を探すというかいうふうに自分の中で決めてました。やばなんか京都府出身。見たことはない。3人兄弟の真ん中として生まれる。これいいな、これ可愛い。目がいいよな。可愛い。もう確かに。泣き虫で甘えん坊でお母さん大好き。ゆうくんめっちゃお父さんそっくりちゃう。やんちゃでうるさくてみたいな感じでしたね。なんか今は結構そういうイメージがあんまりないかなとか思うんですけど、子育てに結構大変だったイメージがある
子ですね。なんか友達と遊びに行ったら怪我して帰ってきたりとか、お母さん大好きやけどぶつかることもいっぱいあったし、なんかおとなしい感じではなかったですね。大好きなお母さんに披露したマジック。ないよ。もうほんまに無理。なんちゅうやつ。なん。すごい。なんちゅう動画やねん。そしてイオが小学生の時打ち込んだ夢が。友達とこう野球やるのが楽しくて、それでずっとやってました。しっかり刈り込んでました。クラブチームは皆さん高校野球甲子園を目指す方が入られる野球チームなのでまあ本気の方ばっかり。入団当初はその気持ちでイオも入ってましたし、やっぱり3年間高校ももちろん野球を続けていくっていうつもりでいましたし、はい。野球漬けだったイオに思わぬ出会いが。その時野球やってた時期で、ある日テレビで BTS さんがこうステージでされてるのを見て、自分がなりたい姿というかピンときたのが自分の中で、あ、自分はこれだってこう思って、甲子園への道を諦めかわいいな。アーティストを目指す道へ。しかし夢と裏腹にオーディションに落ち続けた。そんな中人生の転機は突然訪れた。 근데 이 친구는 제가 어쨌든 딱 그리는 이 바이비라는 그룹에 완전히 어울리는 친구였어요. 그래서 사실은 이호 같은 경우는 오디션도 안 받고요. 카메라 테스트 안 했고 그냥 다른 프로젝트에 좀 부탁을 했죠. 좀 만나게 해주고 본인한테 좀 내가 설명을 좀 해주고 싶다라고 했고, 거기서도 이제 흔쾌히 자리를 마련해 주셔가지고 이동을 시켰죠. これからグループを作りたいんだけどみたいな感じで、それに入らないって言われて、韓国でまず一旦韓国に行って練習してみたいな。もう僕はその時点で入りますって思いなので、もう返信というか返事はもう次の日にすぐしてもらいました。もう僕がやりたかったものがやっと出会えたって思いました。嬉しすぎて、もうお母さんに家帰った後に「いいよな」ってすぐ行きましたね。一方親として複雑な思いも。やっぱり人並みの青春みたいなのを感じられない、我慢しないといけない部分もたくさんあると思うから、大変なことが多いだろうなって今までもこれからも思いますね。人並みの青春を諦め夢のため韓国へ。その背中を後押ししたのが。はい、よ元気にしてろ。左はキャプテンで、右は元気久しぶり。代表。結構明るい方やったんで元から。でもみんな引きつける感じはありましたね元から。共に白球を追いかけていたイオが違う道へ行く決断。それを聞いた時はやっぱ勇気すごいな思いましたね。かっこいいな。やっぱそこまで行くのってほんま覚悟とかいると思うんで、そこはほんま尊敬しましたね。韓国行く前に一度挨拶しに来てくれたんですけど、まさかそこまで行くとは思ってなかったんで、ほんまに覚悟して言ってんやろうなと思ったんで、後押ししてやろうかなというふうに思いましたね。進む道が違ってもワンチーム。音楽番組とかもどんどん出て、テレビで冠番組とかも持ってもらえたらもうめちゃくちゃ応援しますねほんまに。
次絶対俺やん。結構4日後。4日後。ほんまに？そんなに？初めて知った。 근데 이제 거기를 원래는 안 가려고 했던 출장 계획이었는데 그리고 엄청 남자 아이들이 많았어요. 근데 저기 뒤에 안 보이는 곳에서 뭔가 이렇게 춤을 추고 있는 료아를 제가 본 거예요. 정말 해맑게 웃고 있는 거예요, 료아가. 근데 그 현장에서 저는 료아밖에 안 보였던 것 같아요. その時の写真や めっちゃ気になる。マジで？あんま見 청력도 없었어요 그때. 그래서 일단 사진을 뭐 하고 있는 사진을 이렇게 찍어가지고 거기 이제 동그라미를 이렇게 해가지고 불러주세요라고 이제 보냈던 기억이 있어요. 発掘当時の映像が今日で14歳になりました。ありがとうございます。今日バースデーです。よはやな。ダンスはできるやん。ちょっと不思議な唯一無二のキャラクター。両派って感じや。しかし正直行きたくはなかったです。はい。家族と離れたくなかったのと友達とも会えなくなるじゃないですか。そうすると嫌で、あと地元から出たくなかったので、なので本当は行く気はなかったです。石川県出身マジで3人兄弟の真ん中。似てる。お姉ちゃんと似てる。人当たりもいいし、興味示したことには自分から首突っ込んでいくような感じなんで、まあ不思議と人が集まってくるような子だったなって。お父さん。まあどんくさいです。もうだから何回も怪我して何回も塗ってもう怪我だらけでした。泣きながら病院連れてってました。ちょっぴりどんくさい両派が熱中したのが懐かしい。意外にもブレイクダンス。頑張ってます。初めて。人前に出るのも全然躊躇しない感じの子ではありましたね。センター？センター？うん。センター？そうなんですよ。一緒な。第一印象ですか。最初はちょっとおバカさんな感じで可愛かったですね。先生。キャラクターなんで、なんかイラッとするより可愛いで許せちゃうんですよね。ダンスで一番大事なのってコミュニケーションを取るっていうのがすごく大事で、何か分からんけど感情を動かされるなと思わせる才能を持ってる子だなと思いますね。小さい頃とかはあまりアイドルとか芸能界に憧れとかがなくて、で何も知らなかったんですよ。ダンスをしていきたいなとは思ってたんですけど、もうそれ以外に夢はなかったので。嫌がってました。行きたくないって言ってましたし、ダンスの先生になりたい、表舞台に立ちたくない。そんな時背中を押してくれたのは、それこそ僕が1年で終わっちゃった夢でもあるんで、それを僕の代わりに行けるところまで行ってほしいなっていう気持ちがいっぱいですね。アイドル目指されてたいの？叶わなかったスターへの夢を両派に託した。あの子なら絶対に活躍してスーパースターになってくれるであろうなっていうのも僕は思ってるので、日本人を超えて世界で有名になるトップスターになってほしいなっていう。家族とか友達とか先生とかに押してもらったからこそここにいることで本当に感謝してます。誰しもが知るようなアーティストになりたくて、そのバイビーって名前が出たら絶対知ってるみたいな。あとはワールドツアーをしてみたいなっていう気持ちがあります。応援お願いします。
でギリギリだもん。初めて見たい、めちゃくちゃ本当に過去のやつは見てくれ。バイビー最後のピースを求めて日本中を駆け巡っていたミジョン。 제가 진짜 많이 로드 캐스팅을 돌아다녔거든요. 일본에 와 이런 지역도 있구나 할 정도로 길에서 잡았어요. 訪れたのは北海道。コロナの時だったんでマスクしてたんですけど、なんか急に話しかけられて、ちょっとマスク外してって言われて外して名刺もらったみたいな感じでした。数日後にその連絡が来てプロジェクトの話を聞いたって感じです。 마스크 한번 벗겨보고 싶은 생각이 들었어요. 그리고 그 현장에서 바로 명함을 줬죠. 発掘当時の映像が。そして生活変わる。メンバーたちが一番大変だったとは思うんですけど、楽な生活ではなかったですね。超過酷2年に及ぶ韓国合宿に密着。 그 며칠 전에 내가 보고 간 것 같아. 너네 이때까지 뭐 하는 거야? 야, 이거 어떻게 무대? 많이 해나가는 プロデューサーのミジョンが北海道の道端で偶然出会ったアキト。発掘当時の映像が。北海道から来ました。アキです。15歳です。頑張るので今日はよろしくお願いします。お願いします。本当にやだ。何この歌。中島みゆきさんのね。 근데 카메라 테스트로 불러봤는데 이 친구 꽤 오래 그래도 트레이닝을 하면 많이 성장하겠는데 이제 생각이 들었던 멤버예요. 홋카이도 출신 18歳2人兄弟の長男。すごい明るくてポジティブなんですよね。俺だから大丈夫っていう謎の自信。まあけどそういうのが割とやっぱり生きてきたのかなっていうふうには思います。幼少期から自信満々。当時の夢はスターになりたいって。ざっくりなんです。有名になりたい、スターになりたいっていう。おそらく私がいろいろコンサートとか行ったりで一緒にそういう影響もあったり。スターになりたい。しかしそれはあくまでも子供の夢。もともと有名になりたいみたいな大きい夢はあったんですけど、明確に例えばアイドルになりたいとか俳優さんになりたいとかはなくて、なんかどうしようかなみたいなって時にちょうどミジョンさんからお話をいただいて、しっかり向き合って頑張ってこうって思ってた感じです。偶然か運命か。中学校卒業してほんとちょっとぐらい札幌で普通によく買い物とか行ってたんで、その歩いてる時にミジョンさんに声かけてもらって。本人もやっぱ突然過ぎたのですぐ行くっていう決断には至らなくて、だいぶ悩んでたとは思うんですけどね。ちょうど高校入学してまだ1ヶ月はい経たないくらいな感じだったので、本当に青春真っ只中だったので、学校祭とか文化祭、地元の祭りだったり修学旅行みたいな、その中でやっぱ大きな決断だったというか。スターになりたい夢か、一度しかない学校生活の選択。背中を押したのは幼なじみ。もうアキトがその声かかって行くかもしれないみたいななって、
その時に相談してくれて、高校3年間全部潰れるわけじゃないですか。けどいや絶対転職でしょって思って、まあ辛いだろうけどアキトならできるんじゃないかなって思って行くしかないっしょって言って、まあそれを待ってたかのような感じはしたかな。やっぱチャレンジしてみてもいいんじゃないっていう感じで言いましたね、俺は。これアキトこんなんやったわ。親友だからこそ気づいたアキトの本当の気持ち。こう不安だったり自分の気持ちを聞いてもらって応援されてたらプレッシャーだろうから、なんかいつでも何かあったら書いといてくれる友達もいたので、本当に感謝してますし、いつかしっかり恩返しっていうかのできたらいいなって思ってます。5人はさまざまな思いを胸に2023年6月10日韓国へ旅立つ。マジで俺これ泣きそうになるな。うわやばいい話です。余韻えぐ。早い段階で親出てくるの。親出てくるのやばいね。先生とかも出るのはびっくりしたし。こっちゃんはそれどういう顔してんの？気まずくなってんの？感動したなって感じ。ちょっと言葉が出てこないね。自分で見たくない。本当に見たくなかった過去。連休初めて見たしあれ。連休初めて見た。マジ言ったことないもんだって。小太郎もね。めっちゃ成長してる。成長してるわ。だから小太郎から俺の時めっちゃ飛んでたよな。結構飛んでた。な。で俺とこっちゃんでも1ヶ月ぐらい差あったろ。1ヶ月。30。でまあ秋とかもまあ俺らのまた1ヶ月ぐらいやったから。結構どれやった。それちょっと俺が最後だったから。伊代君とそんな差空いてない。3日しか3日か4日やった。3日か。びっくりした。それびっくりだよね。4日後にミジョンさんがもう石川に飛んでたってことよ。うわ初日？ね3日？あれちゃう？初日？待って俺のやつ出るもしかして。マジか。ミジョンが日本から連れてきた練習生は12人。 한 명씩 어쨌든 데뷔 주에 들어가는 후보들 한 명씩 얘기를 해줄게요. 네, 진짜 고생 많은 거, 진짜 열심히 했던 거 너무 잘 알고 있고. 진짜로 너무 힘들었는데. 아야와임. 그 이렇게 만났을 때 다시 돌아간다고 해도. 次回 그 며칠 전에 내가 보고 간 것 같아. 너네 이때까지 뭐 하는 거야? 그래가지고 어떻게 무대? 2年に及ぶ過酷な韓国合宿に密着。 진짜 잘 버텨줬거든요.何 159日後に過酷すぎる試練が。